ジジイロンの出現数ざっくり予想。ジャスパルと申します。来週はジジイロンが登場するポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1、長いのでドラゴンピックウィークと呼んでしまいますが、それが開催されるわけなんですが、最近のポケモンたちのピックアップされている時の出現数からなんとなくのジジイロンの出現数を予想していきたいと思います。まだジジイロンの能力がわからない中でフィールドを選ばなくてはならないんですが、特に若草 EX に行く場合はかなり出会いにくいということも覚悟しておくといいんじゃないかなと思います。グッドスリープデーはそれなりに機能してくれるとは思ってます。それでは参ります。ということで今回は早速結論から参りたいなと思います。ドラゴンピックウィークで中ピックアップになっているジジイロンの出現数、超ざっくり1週間で EX 以外のフィールドは5匹、 EX は2匹、こんな感じで予想しておこうかなと思います。多いでしょうか、少ないでしょうか。これはもうね、超ざっくりこんなもんなんじゃないかっていう話で、ポケモンスリープかなり運次第なゲームなので、個々人でめっちゃブレるでしょうし、エナジーががっつり稼げる方であればもっと出会いやすくなるかと思いますし、エナジー稼ぎはかなり苦手っていう方はもう少し出会いづらくなるのかなと思います。エナジーがっつり稼げて分割睡眠までしてお香もパックを買って全部使いますみたいな方であれば、1週間で最大20匹とかそれくらいは出会えるような気がするんですけれども、もしねミカルゲとかツボツボとかをそれぐらいがっつり狙ったよっていう方いたら、ちょっとねどんな感じだったかお教えいただけますと幸いです。ってことでね、グッドスリープデーも入れて1週間で5匹くらいなのかなと思ってます。毎回ボーナスサブレを上げていけば1匹くらいはゲットできそうですし、あとはチャンスの行方次第という感じでしょうか。で、なぜそう思ったのか、過去の私のリサーチをもとにお話ししていきたいと思います。まず直近、木の実ウィーク2、中ピックアップだったのはチゴラス、ガチゴラスですね。で、私の遊んでいる2アカウント、どちらもアンバー渓谷に行きまして、メインアカウントのチゴラスたちの出現数が、チゴラス11匹、ガチゴラス5匹、サブアカウントがチゴラス12匹、ガチゴラス4匹でした。最終的なエナジーはどっちのアカウントも440万エナジーくらいでしたね。お香は使ってなくて分割睡眠もありません。2アカウントともだいたい同じような遭遇数となりました。で、この木の実ウィーク2で注目してほしいのはガチゴラスですね。フレンドポイント20の眠気パワー消費のとても大きなポケモンになっていますし、一応お腹の上でも存在しませんね。ってことでチゴラスよりも出会いにくいっていうのは当然なんじゃないかなと思うんですけれども、おそらくジジイロンの方が出現しやすいだろうなと思ってます。というのもジジイロンはおそらくフレンドポイント16のポケモンですね。で、各寝顔の消費眠気パワーはフレンドポイント20のガチゴラスよりは少なくなるんじゃないかなと思います。それでもね、星3寝顔とかお腹の上寝はガチゴラスに匹敵するほどになると思いますし、場合によってはガチゴラスより強いなんてパターンもあるかもしれないんですが、さすがに星1寝顔とかはガチゴラスよりもはるかに見やすいんじゃないかなと思ってます。出現解禁ランクもそれなりに早いと思いますしね。参考までに最近追加されたフレンドポイント16のポケモンとしては、ツボツボやミカルゲの若草本島における星1寝顔の解禁ランクがマスター4になってるみたいなんですけど、ガチゴラスはマスター7になってるみたいです。ってことでね、ジジイロンは、ガチゴラスよりは出現しやすいんじゃないかなと思ってます。で、じゃあそんなツボツボだったりミカルゲが出現したキャンペーンの時はどうだったのかというと、ツボツボが中ピックアップで出現してくれたスキルウィーク3、今年の1月ですね。こちらメインアカウントはアンバー渓谷に行きまして、最終的なエナジーは360万くらい。こちら1週間で5匹でした。そしてサブアカウントはシアンの砂浜に行きまして、最終的なエナジーは450万エナジーほど。木の実ウィークとほとんど差はありませんね。こちら1週間で5匹。どちらも5匹でした。特にね、シアンの砂浜に関しては週末に劇的に眠気パワーを理不尽にも吹き飛ばされたわけなんですけれども、ツボツボには結びつかなかったんですよね。なんだかんだガチゴラスとは大差ない感じでした。
そしてそれよりも1ヶ月くらい前に開催されたデカ盛りウィーク2。ここはミカルゲが中ピックアップで登場してくれました。こちらではどちらのアカウントも EX に行っていたんですけれども、メインアカウントは最終的に360万エナジーくらい。スキルウィーク3と同じぐらい。こちら1週間で4匹。サブアカウントは最終的に430万エナジーくらいなので、デカ盛りパワーもあってなんだかんだエナジー的にはそんなに差はありませんね。が、1週間で1匹1匹ということで EX に行ったミカルゲの中ピックアップ平均は 2.5 匹となりました。で、なんとこのデカ盛りのタイミングは木金土曜日がグッドスリープデーだったんですね。なのでエナジー的にも日曜日より金曜日土曜日の方が高いという感じでしたし、未発見寝顔の出現確率アップがありました。その結果平均 2.5 匹という感じなんですよね。これね、あくまでサンプル数2の私の話ではあるんですけれども、実はミカルゲ EX ではグッドスリープデーのタイミング以外で出会ってないんですよね。2アカウントで出会った全5匹、すべてグッドスリープデーの3日間で出会ったものとなっています。なので、グッドスリープデーがなかったら、ちょっと恐ろしい結果になっていたかもしれませんし、それこそね、木の実ウィーク2で EX に行ったけど、ガチゴラスは0匹だったよっていうコメントもいただいたりしています。で、今回のドラゴンピックウィーク、土日がグッドスリープデーなんですよね。2日間だけではあるんですけれども、グッドスリープデーが重なります。ってことで、そのタイミングでは多少出会いやすくなるかもしれないなってことで、それも込みでなんですけど、EX の出現予想2匹で行かせてもらいます。こういう予想はね、少なめに見積もっておいて、多く出現したら、やったぜってなる方がいいかなとも思いますし、言うてね、パルは無課金とはいえ初期税なので、フィールドボーナスがすでに相当整っていたり、エナジーは稼げる部類なんじゃないかなと思うんですよね。で、今回のドラゴンピックウィークって、エナジーに関するボーナスは全くないものとなっていて、それこそグッドスリープデーぐらいだったりするので、グッドスリープデーも眠気パワーですね。なので、他のキャンペーンよりエナジーが稼ぎづらいっていうことを考えると、ジジイロンはグッドスリープデーも込みで、通常フィールドで5匹くらい、EX で2匹くらい、あとはエナジーの状況次第っていう感じになるんじゃないかなっていう予想ですね。そんなわけで、もしジジイロンがお気に入りの性能だった場合、ちょっと積極的にサブレを回してあげないと、1匹もゲットできずに終わるということもありそうだなと思いますし、EX に行かれる方は、渋い結果になる未来もあり得るんじゃないかなと思うので、例えば、お香を使うとか、キャンチケを使うとか、いろんな方策を考えてみてください。最初からね、ジジイロンはパスして、小ピックアップのミニ竜やタツベイを狙うよっていう方もそれなりにいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、中ピックアップのチゴラスが、木の実ウィーク2の1週間で11匹とかそんな感じだったので、それの半分とか3分の1とか、それくらいになるかもなーってことで考えておいてもらえたらいいのかなと思います。あとはね、1日1回チャンス1匹確定がありますので、ぜひとも得を高めてドラゴンピックウィーク臨んでいただけたらなと思います。いやー、ジジイロンね、本当にどんな性能になりますかね。ラティオスがね、ドラゴンの種類を参照するスキルを持ってくるポケモンということが確定しましたので、ちょっとね、ジジイロンもなかなかいい位置につけそうですよね。本当にドラゴンタイプのね、食材のポケモンが現時点では海竜しかいないというところで、私の動画ではね、ジジイロンの退職から食材のポケモンでネギやアボカドを持ってくる、そんなポケモンなんじゃないかっていうね、予想をしたわけなんですけれども、パックにメインスキルの種が入っていたりもしたので、まさかのスキル得意の可能性もありそうな感じで、どうなるでしょうか。そんな感じでね、何にせよジジイロンもきっと貴重かつラティオスイベントで活躍できるような性能なんじゃないかなと思いたいので、ゲットしたい場合は積極的に狙ってみることをお勧めします。そんなジジイロンの出現数予想でした。
ってことでね、皆さんの出現数の予想もお教えいただきたいですし、最終的に皆さんがどれだけジジイ論に出会えたかっていうのはね、こう再来週の月曜日とかにパルの結果がどうだったよみたいなリサーチの動画もアップするかなと思うので、そちらでもお教えいただけますと幸いです。またガチゴラスとかツボツボがこれぐらい出会えたぜっていうのをね、覚えてる方はそちらもお教えいただけたらなと思います。コメントお待ちしております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして、私非常に助かりますので、皆さんの得ゲージがもりもり増えていくかなと思います。本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。それではね、しっかり食材用意してエナジーが稼げるように準備進めていきましょう。来週どこ行く動画ちょっと遅くなりそうなんですけれどもお待ちください。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。